皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。化学反応速度は反応物濃度の N 字に比例するというべき乗則型の式で書くことができます。この記述法の正しさの根拠は前の動画第2章 2-1、2-2、2-3 で説明していますのでご覧ください。N イコール1の時の反応、すなわち一次反応は N 次反応の特別な場合です。これには N イコール1以外の反応にはない理解しておくべき特徴があります。そこで今回の動画では一次反応の物理的意味を分かりやすく説明します。今、多くのウサギが生息する平原を考えることにしましょう。これらは独立して均一に分布していると仮定します。この領域に1匹の虎が侵入し、ウサギを捕獲して餌にし始めました。虎は領域内を歩行し、ウサギに遭遇したとき捕獲するものとします。ウサギの数はどのように減っていくでしょうか。式を立ててみましょう。ウサギの数 N は整数ですが、連続型の変数であると考えます。これを生息域の面積 S で割り、密度 A の形で表します。この時、ウサギの密度 A が時間 t とともに小さくなる速度、すなわち減少速度はウサギの数が多い場合に大きく、少なくなると小さくなることは明らかですね。A の減少速度は A に比例します。そこでこれを1式で表します。ここで k は速度乗数であり、その単位は h-1 乗となります。ここには虎が侵入したことで逃げ惑うウサギは常に均一に分布するという過程が入っています。これによりウサギの数が減ると虎がウサギに遭遇する機会が少なくなるので、捕獲数が時間の経過とともに減少することを予測できますね。1式の解は2式で与えられます。ここで A0 はウサギの密度の初期値です。この式を使えるようにするには K の値が必要です。これはウサギの数を実際に測定し、これに2式を適用することにより決定されます。K の値は虎がウサギを捕獲したり、ウサギが逃げ惑ったりする能力により異なります。ウサギが群れを作ったりして不均一に分布すると、虎の捕獲に影響が出てきます。この時には2式が適用できなくなります。また、2式にはネイピア数が含まれています。これには従属変数 A の時間微分が速度乗数 k を介して A になるという不思議な関数の特徴が含まれています。これにより、一次反応では従属変数がネイピア数のべき乗で変化するという特徴があることがわかります。このことについては前の動画束縛のない自然な変化 E の x 乗での説明をご覧ください。さて、ウサギの密度が半減する時間 τ を求めてみましょう。このために1式を3式のように積分します。これにより左辺は4式のようになります。また右辺は5式のようになります。そこで両式をまとめることにより6式を得ます。本式は一次反応の半減期が A0 に関係がないこと、すなわちウサギの最初の密度にかかわらずその値が半分になる時間は同じになることを表しています。これは一次反応の特徴の一つであり、覚えておいてください。この特徴は一次反応速度式を使って現象を表したさまざまな場面で現れます。化学反応の場合には密度 A を化学物質の
単位体積あたりの量を C に変えれば良いだけです。例えばその単位はモルパーメーター3乗となります。化学反応に対する一次反応速度式は7式となります。その解は8式となります。ここに示す図は8式において反応速度乗数 K を1とし、反応物初濃度 C0 を1、2、3、4、5に設定して計算した反応物濃度 C の時間変化を示したものです。各曲線において C イコール C0 割る2となるときの時間、すなわち半減期はすべて同じ値 0.693 であることがわかります。以上、一次反応の特徴をまとめると次のようになります。1、従属変数はネイピア数のべき乗で変化する。2、従属変数の半減期、すなわち半分になる時間は従属変数の初期値の大きさにかかわらず同じになる。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。質問があれば遠慮なく尋ねてください。それでは次回の動画までごきげんよう。